もうとにかく言うと自分がきっかけではなくて、当時もうマジンガー Z の連載とかいろいろで目いっぱい忙しかったんですけども、今社長やってる弟が、東映動画のプロデューサーの有賀さんと次のロボットということで話があった時に、どうせならたくさん主人公たくさんいた方がおもちゃとかいろいろキャラクター売りができるからみたいな、当時は敵用のキャラをねおもちゃにしたりってことはまずなかった時代だったので、主人公を多くしようという無謀なアイデアが生まれたらしくて、三位合体というのを社長が決めてきまして、3体が一緒になっていろいろ変化するんだよみたいな、そんなむちゃくちゃ無茶ぶりされてもと最初は驚いたんですけども、まあなんとか仕方がもう決めてきちゃったんであればとにかく作ろうということで作り始めました。で自分なんか当時とやっぱりマジンガーの影響が大きくて、ロボットのデザインするとどうしてもねマジンガーに引っ張られるところがあって、もっと違った要素が欲しいなということで石川県にも来てもらって作り始めたら石川県が、亀の甲羅をイメージしてゲッタロ1を描いてくれました。これはすごく斬新だなと。もう自分ではやっぱりマジンガーに引っ張られて人の顔をアレンジしてますので、亀の甲羅から顔面に持ってくるっていうのは全く考えていなかったもんですから、斬新でこれはいいんじゃないかって、これでいきましょうっていう話でまとめて、でそしたら今度だと2とか3になるものを作らなければいけないっていうんで、一応事前に僕も作っていたんですけども、なんか最初のそのゲッタワンが決めた段階で違う形にしなきゃいけないということで、ゲッタワン作ったんだから石川県ちゃんにもっと2も3も作れって言ったんですけど、2も3もだから作れないとか値を上げ始めたんで、もう適当でいいんだよっつってささっと書いてみたらなんとなくそれらしくなったんで、本当に即興的に2と3は作ってしまったんですけども、どんな風に作ったかって今になってはもう覚えてないですね。本当にあっという間に作って石川県がびっくりしていたのだけは覚えてます漫画「ゲッターロボ」はさまざまな雑誌で連載されており、特に石川県が描いた「週刊少年サンデー」版はテレビアニメとは一味違った手に汗握る物語と迫力いっぱいの描写により人気作品となりました。そうですね、最初に作ったストーリー設定を作っていたんですけど、それは東映動画の方にお渡ししてたんですけど、どうしてもその主人公のキャラのサッカーやってるスポーツ選手という設定が自分サッカーわからないし書けないって言ってそんなのわからないっていう乗って書けないっていうもんですから、じゃあ好きに書いて構わないから、とにかく言うと連載の漫画は各本人が、納得してやってないといいものにならないから、ロボットさえうまく合わせてもらえたら主人公の設定は変わってもいいんじゃないかと勝手な判断で、石川県に、好きにやっていいよって空手家にしたいんだけどいいよいいよというふうに丸投げの状態でやってもらいました。だから最初のテレビ用に作った設定というのはほとんど変わってしまいました。中学の頃にテレビで東映の、ゲッタロボとゲッタロボGを見てて、でそれと同時に漫画の方を読み始めて、でやっぱりテレビと全然違うじゃないですか。で当時怪奇ロボット漫画って怪奇がついてたじゃないですか。やっぱり最初の頃にねトカゲたちに襲われる人間とかああいう描写ってのは洋画でもあんまりなくて、
後々のね映画とかでかなりああいうグロな表現っていうのはあるんですけど、かなり先を行ってたなっていう感じがしましたね。テレビと全く違うキャラクターの設定、隼人にしろ4馬にしろ、だからああいうところがやっぱりすごいなと思いました。なかなかロボット出してくれないんでちょっと心配だったんですけど、僕もデビルマンの連載の時デビルマンに変身するのに 10回ぐらい使ってますから、まあいいんじゃないかと思って東映のプロデューサーであった有賀さんにはもうすぐ出しますから出ると思いますからみたいなことを言いながら、好きにやらせてました。ようやくロボットが出た時にはもうああやれやれみたいな、少しそういう気持ちにはなってました。1991年、ゲッターロボシリーズは15年ぶりに漫画とテレビアニメで同時に復活を果たします。タイトルはゲッターロボ GO。 テレビアニメ版は過去の作品とつながりを持たない新たな世界観で描かれた作品となりました。最初はそうですね、石川健ちゃんもちょっと嫌がってたような風情もあったかな。とにかくゲッターをもう一回復活させようみたいな話で何度もいろんなものを作ったと思うんですよね。もう何回かいろんなデザインしてならないなっていうところで途中から多分バンダイさんが入ってきたりとか、そういう形でだんだんまとめ上がっていったと思うんですけど、それまでにたくさん書いてましたんで、どれがうまく採用されていったのかよく分かんないような、本人的にはもう漫画の合間にデザインしては、また漫画描いてまた呼ばれてデザインしてはという、そういうのを繰り返してました。一方の漫画はゲッターロボ G に引き続いて石川健が執筆し、月刊少年キャプテンで連載が行われましたが、テレビアニメが終了するタイミングをきっかけに新たな展開を見せることになります。新ゲッターロボの登場です。ゲッターロボ G の早乙女研究所に舞台が移り、恐竜帝国も復活を遂げ、過去のシリーズとのつながりが明確になりました。当時の読者は一様に驚き、物語の行方を固唾を飲みながら見守っていたのです。そうですね、もうほぼライフワーク的にどんどん石川県の独自の世界でそれを広げていく漫画というものをね、作り出そうとしてやっていたんだと思うんですよね。世界観なんかもどんどん変わってくるんだけど、面白い方向に拡大していく方向で変わっていくんで、また新しいゲッターが生まれていきましたんで、一読者として次どうなるのみたいな感じで見てました。だからもう何もアドバイスも何もした覚えはないと思います。ゲッターロボ GO 完結後も石川健はそのミッシングリンクを埋めるため、漫画「新ゲッターロボ」を描き続け、新ゲッターロボの存在感は一層増していくことになります。新ゲッターロボの人気はもはや漫画だけにとどまりません。1995年にゲームソフト第4次スーパーロボット対戦に新ゲッターロボが登場することになります。スーパーロボット対戦第4次の開発前ですね、石川健先生の漫画の「ゲッターロボ GO」当時まだ連載してたんですけど、そこに、新ゲッターロボが、登場して、当時僕らは前の最初のゲッターから漫画は読んでるんですけど、ゲッターロボ GO が原作版の、ゲッターロボとリンクしているっていう事実が途中で明らかになって、でさらにその新ゲッターロボが出てきて、これすごい強そうなロボットなので、これをそのゲームにも出そうみたいな、形で屋根の企画さんに、出していいですかみたいな話をしたら、いいですよって話になったんですけど、問題が新ゲッター2っていうのは当時の漫画で上半身だけ新ゲッター1から出てきたんですが、新ゲッター2の下半身と新ゲッター3が、なく、で当時スパロボだとゲッタードラゴン、ゲッターライガー、ゲッターポセイドンが出て、それがその新ゲッター1に乗り換えるんですけど、
乗り換えたら変形しなくなるっていうのもちょっとゲームのシステム的にどうだろうみたいなことがあったので、試しにそのダイナミックさんに怒られるだろうなと思ってシンゲッター2の下半身とシンゲッター3デザインしていただけませんかって聞いて、いいよって2つ返事していただいて。さて話は前後しますが、現在もスーパーロボット対戦シリーズには新たなゲッターロボが参戦しているのです。アニメ化されていないロボットが、ゲームに出るみたいなのを初めの方にやって、マジンカイザーとマジンエンペラー G はスパロボ初なんですね。こちらで企画なんかもらえませんかみたいな話で、ゲッターはその新ゲッターロボもそうですし、新ゲッタードラゴンはゲッターロボ大決戦っていうゲームが初出なんで、そのスーパーロボット対戦が初出になるゲッターロボを企画してみたいみたいな話があって、その先輩がいらっしゃるわけですよね。新ゲッターロボと新ゲッタードラゴンという、そこにどうキャラクターを出すかみたいな話をいろいろ話し合った結果は、ブラックゲッターっていうチェンジゲッターロボ初の機体がこれロボット対戦でもかなり人気が高いですし、商品化もよくされてることもあって、じゃあブラックゲッターをフィーチャーしてやってみようみたいな話で、スーパーロボ対戦オリジナルではないんですが、スパロボ初出のゲッターロボということで、ゲッターノワールっていうのがありまして、これは問いとしてもありなのかなっていうところで、その話の流れでなんとゲッターロボ自体が巨大なゲットマシンになって、それがゲッターノワール G に合体するっていう、原作の方々等にご協力いただいてというか設定いただいて、ゲームにしか出てないオリジナルのスーパーロボットが出るみたいな流れを作ったのは、やっぱり新ゲッター2の下半身と新ゲッター3だったんではないかなと思いますね。はい。スーパーロボット対戦での好評を経て、新ゲッターロボはいよいよ映像化に向けて動き出します。要は最初から立ち上げは僕いなかったんで、やっぱり交通整理から始めなきゃいけないっていう、今までの謎を全部時間軸に戻して箱に戻して、とにかくみんなで理解しなきゃいけないっていうところから始めて、ダイナミックの徳原さんとか、菊池さんとかで、南プロデューサーで藤田さん、シナリオライターのその方々たちと交通整理したものをどうこれから進めていこうかみたいなのをやりつつ、石川先生の漫画ゲッターに限らずいろんなものを参考にしつつで、現場からこれをやりたいみたいなことも上がってくるんで、そういうものも吸い上げつつ、その時にできることを全部やったっていう感じですね。このオリジナルビデオアニメにより、新ゲッターロボの人気は揺るぎない存在となりました。これによってゲッターロボのメディアミックスが大きな広がりを見せていくこととなります。我々としてはチェンジゲッターロボ以降、石川県という人間の、作家のものをいかに映像として面白く表現できるかだったり、石川県だったらこういうことが面白いんじゃないかと思うことを映像化していこうという方針でやっていたものが、いろんなメディアミックスにつながり、そしてお客さんの支持をいただいたからこそ、こういう広がりを見せているんだという認識になりますので、それは、ダイナミックとしてはとても嬉しいこと、こう石川県にとって、我々いい仕事をしたんではないかと自負できるようなところだと思っています。新ゲッターロボは1990年代以降、ゲッターロボシリーズのシンボルキャラクターとなりました。しかし石川県の中にはさらなるゲッターロボワールドへの構想が広がっていたのです。2001年、石川県は漫画ゲッターロボ GO の続編でアンドロメダ竜国との戦いが描かれるゲッターロボアークの連載を開始します。流龍馬の息子である流拓磨、恐竜帝国帝王ゴールの血を継ぐカムイ将、そして山岸幕を主人公に運命に導かれた者たちによって物語は進んでいきます。ゲッターロボとは一体何なのか、そんな問いかけが繰り返されつつ、掲載誌の休刊とともにその物語は閉じることになりました。謎のまま終焉を迎えたかに見えたゲッターロボサーガは
ゲッターロボ G スタートから45年目の2020年、ゲッターロボアーク映像化決定のニュースで16年ぶりに息を吹き返すことになりました。当初から、原作読まれている方は分かると思いますが、3巻しかないようなものですし、それだけ見たとしてもゲッターロボサーガ全てが分かるっていう構造には普通そのまま作ってしまうとならないものだったりしますんで、過去作とも紐付けながらアーク単体で見たとしても作品として楽しんでもらえる、初めて見るお客さんにも、楽しんでもらえるっていうものをどうやって構築しようかっていうところで、苦労して作っていただいているっていうような状況のものになってます。最終回のところとかもどうなるかはちょっと原作読んだだけだとこれどうすんのみたいな感じで終わっているのも、どう消化されるかは映像を見ていただけると嬉しいなと、それを楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思ってます。西川健先生がある日夢を見てたら宇宙の全てが分かったと。でも目が覚めたら全て忘れてたんだよ、はははとおっしゃってて、ゲッターロボの未来のコメントだなと思ってたんですけど、僕のとゲッターのイメージそこですよね。今回のアニメ化とっていう話を聞き、ものすごく熱いすごいものが多分見られるんじゃないかなと思って、ゲッターファンとしてすごく楽しみにしてます。はい。ゲッターロボワークはチェンジを作っている時に連載が始まってまして、でそれを読みつつやっぱり石川先生の集大成的な作品だなってのは思ったのと、ゲッターロボ自体っていうのはスーパーロボットとは言われてるんだけども、もっと石川先生の作品の中の相対的なものを見ると、ゲッターを通してそのゲッター戦とかそういうもので進化を扱ったりとか、それこそ僕なんかが好きで読んでた60年代 SF なんかの要は進化のテーマを使った SF とかそういう要素がすごく入っていたんで、石川先生が何をどういくのかっていうのがきっと答え出るのかなみたいなのでちょっと楽しみにはしてたんです。で今回要は今まで作ってた3本のゲッターロボっていうのは完全に石川さんの原作をそのまま作ってるわけではないので、今回初めて石川さんの原作を元にしたアニメっていうのを作ってみようと。だからキャラクターなんかもすごく石川先生によく寄せて描いてますし、すごい熱い絵で描いてます。でお話も原作をきちっと踏襲しながら、なおかつちょっとオリジナル要素も少しは入ってきてる、それがちょっと仕掛けになってるんで、ちょっと楽しみにしていただけるといいと思います。はい、ゲッターロボアークに関しては本当に純然的な、もうほとんど石川県印の作品なんだと、僕は本当に外から見ていただけなんですけども、彼が本当に力入れて描いていた作品なんで、アニメ化されるというのはものすごく嬉しいですし、多分、あっちの世界から喜んでると思うんでできる限り自分としても応援できることを応援していきたいと思っています。このゲッターロボシリーズ史上最も壮大かつドラマチックな物語がどのように映像化されるのか、我々は少年時代のごとく胸をときめかせながら待つしかありません。最後にアニメゲッターロボワークの川越監督よりメッセージをいただきました。どうも皆さん、16年間お待たせいたしました。ゲッターロボワークをやっと作る機会を得ました。で今回はとにかく石川健先生の要は原作を重視した絵作りをしていきたいと思ってます。石川先生と生前いろんなお話をしたんですが、肝心なことはあまり聞けなかったんですけども、その要は思いとか魂とかそういうものをすごく僕らは大切に作品作りに生かしていきたいと思います。なんで現場もだいぶ盛り上がってきてますのでリリースまで本当に楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。